こんにちは。大工の周辺です。今回はこの窓枠、そして入り口枠、天井とやっていきます。はい、OK。まずはサッシ枠からやっていきます。材料は杉の正取りのムク板ですね。ぴったり枠やとカットしたりね、寸法出したりしなくていいんですけども、ムク板ですから作業場で一から作ってあります。まずは吐き出しのサッシ枠からやっていきます。この窓枠ですとね、縦と横と寸法を開って寸法通りに切れば飛んで合うんですけども、吐き出しの場合だけはね、縦の枠がどうしてもこの現場で合わせてやらないとダメだ。床が水平に張ってるんですけどね、なかなか直角で切っても合わない。ですからこの高さを目いっぱいの長さで切って、まずは床の癖を開います。そして実際に合わせてやってアングルの高さで全長の高さを出します。ですから窓枠に比べて数は1本少ないんですけどね、吐き出し枠はちょっと簡単に寸法出しがいかないってことなんですね。そしてこのアングル付きのサッシなんですけども、窓枠にはアングル着離はついてありません。このお宅の場合は秘密の家ですから、家の内側に捨て戸口を回ります。ですから15ミリ広い材料がいったってことなんですね。でもアングル着離をしてないことでサッシに削り合わすことができるんですね。でもアングルに入る分だけの細い木を刻んでから打ち回してやらないとビスが止められないってことですね。それでは枠を止めていきます。止めるビスはね、アングルにも小さいビスで止めるんで、本当はこれインパクトで止めるべきじゃないんですけどね、インパクトで止めるんでも一番弱くするとか気を使ってね、ドリル使うのが肝心なんですけども、でも一番注意しないとダメなのは三方枠ですから、下の直角が決まってない。ですから床との設置、これを正確に止めてやることですね。今度は入り口枠をやっていきます。最初にこの階段かけてあったんですけども、階段の親板の収まりですね、これを枠との関連がちょっとわからなかったんで伸ばしっぱにしてありました。こういうもんってね、やっぱ先にスカッと切っとくのが本当なんですけどね、収まりね、もう一つ自信がなかったんでね。
入り口枠の縦台を立てていきます。入り口枠もね一本一本この床の癖を開います。今回はね階段が伸ばしてあったってことでね、階段の親板を縦枠に掘り込むような状態になりました。なかなかねこんな掘り込むなんて今までしたことないんですけど、とにかくこの床の癖を拾って、そして寸法を出して、癖の分だけは短くなりますからね、癖取りしてから寸法を出す、これが大事ですね。縦枠を一度仮止めします。そして実際のカムの長さを出します。昔はね踏んで持ってく枠でもね全部目地にして掘りましたけども、この頃はね横着してもう芋付けで踏んで一度に持ってくっていう形を取るんですけども、この頃はねビスで揉んでしっかりと離れない仕事ができるんでね楽になりましたね。この入り口は釣り戸の片引きですね。ですからこの真ん中に帆立てを立てます。で帆立ても鴨居の内乗りに立てるんではなくて、両側の縦が縦勝ちになってるんで、帆立ても縦勝ちで入れてきます。ということは鴨居のこめを入れるってことですね。今回はもう釣り戸なんで、この溝から1センチ強帆立てが離れます。ですからもうこの定位置まで鴨居を書いてしまいます。この頃家の中の入り口枠でもねこの背が高くなりましてね、なかなかこの持って歩くのが大変ですね。あ、そしてこの帆立てを上げていきます。今回は釣り戸ですから鴨居は1ミリもむくらさないってことですよね。むくらす必要もないし、むくっていれば真ん中行った時と端行った時で建具自体の立つ水が変わるってことですね。ですから基本釣り戸の場合は鴨居は水平、むくらしはなしですね。枠3つ絡んだんですけどね、これで入り口の枠できました。今度はねキッチンの天井をやっていきます。キッチンの天井だけが木の天井になってます。そしてこの今よりも一段低いんですね。今この小穴ついてるんですけども、この材料分だけ下がります。団地になるってことですね。そこへキッチン側の杉板が刺さります。その小穴をついています。材料は杉のマサ取りにしてあります。白赤なんですけどね、綺麗な材料ですね。では貼る天井台を仕分けしていきます。仕分けって言ってもキッチンの天井とね玄関に収納部分に貼る壁なんです。2箇所だけなんで、でもキッチン側は2軒の天井になります。ですからこの2軒のいい板をね優先的に確保してしまいます。
ここは少ないですけど、だいたい家1軒、同じ材料でね何箇所もこう天井張る場合は、最初に4部屋分でも5部屋分でも一気に取ってもらうということですね。あと悩むことはないですよね。では天井下地をしていきます。その前にねボルトは必ず締め直しておきます。天井の形はフラットですから気は楽なんですけども、2階と違ってね炊事場とか今回りになってきますとね、電気配線がね手に多くなります。ですからねやっぱ気張りますよね。基本下地材はガンで留めます。ビスも使いますけど、ガンのがねビスと違って折れませんしね、安心感がありますよね。天井の幕板もね下地と同時進行で収めていきます。これを入れないと正直キッチン側の野縁は止まりませんから、これを入れることでもう天井はね自動的に決まってきますからね。下地ができたので天井板を張っていきます。2軒で張りますから枚数的には1軒半分ですね。これぐらいですと入れっ端をね実際に並べてしまいます。並べて伸び縮みを出して割り付けをします。貼っていくのは木用のボンドと 4mm タッカーで貼っていきます。天井の杉板はね完全な無地板やったらよかったんですけど、等級は上高ですね。色合いがね全部白でいけるとよかったんですけどね、最後の方だけ 4,5 枚だけ白赤になりました。でもここにバックカウンターつけて釣り戸もつきますから、全体には白の文字板一色に仕上がると思います。今側の天井は針が見えてきて、その間にボードを貼って、そしてクロス張りで仕上がります。針が2本3本見えてきて、そして1段下がってキッチンの天井むく板ですね、いい感じに仕上がりますよ。これで窓枠、サッシ枠、そして入り口枠、天井まで行きました。ほんでもう2階はね仕上がってるんで、1階の目処もほんでようやく見えてきましたね。あとわずかです。以上、大学長でした。